バイオロワーク、こっちですね。このサイズ、横幅が18センチか。18センチですね。高さが大体まあ27.5から8。27.5から8。はい、はい、こちらお願いします。はい、はい。じゃんということで、なんかおしゃれやね、箱も。そうですね。まあかなりスタイリッシュというか無駄がない、ね、はい、そこが特徴的なパッケージにはなってますね。はいはいはい、ここからね雫が落ちるっていうシステムなんですけど、ね、これが落ちてるところを僕は今のところ見たことないです。いや僕も見たことないです。雫を集めて、まあ、真ん中に返すよっていう返すよっていうやつですね。仕組みになってます。はい、常にポトポト落ちるとか期待するとちょっとダメだ。それポトポト落ちるわけではないので、はい、そこだけご了承いただければ。はいはい、はい、ということで、購入します。はい、購入させてもらったんですけど、はい、はい、これ開封してもらいます。あ、ここであっちで開けます。やりやすい方で、はい、見栄えはいいと思います。いいですか。はい、僕の融通わがままを聞いてくれるいいお店です。まあ皆さんもね、開けてくれって言ったらね開けてくれますよね。可能な商品は開けさせてもらいます。はい、はい、もちろんね会計してからですよ。皆さん会計してもらったら全然問題ない。はい、ね、はい、こちらが蓋ですね。はい、蓋です。はい、これシリコンはめてないですよね。僕らははめてないですね。僕もはめてないです。そっちの方がすっきりするね。これがねシリコン。あ、そうです。これがシリコンですね。これを蓋にねつけられるんですけど、そうですね、まあカチャカチャ言わないくなるんでね。であと動きもかなり制限されるというか、しっかりと蓋が閉めれるんで。ああ、なるほど。じゃんじゃじゃん。ここの通気口が3つあるのが味噌ですね。中が曇りにくくなってます。はい。かっこいいね。綺麗ですね。これやっぱりね。蓋をするとこういうふうに空っぽの状態はこんな感じ。はい。付属されてるのがこのラバーの部分と、はい、ここの足の部分ですね。はいはいはい。これをまあそこにつけてもらうとぐっと安定しますよ。滑り止めの役割があります。セットですね。これが一式ですね。一式ですね。セットになってるんで。これね、今開けてもらった理由、お店にある素材使いたいんですね、僕。はいはいはい。入るかどうかわかんないじゃないですか、流木とか。ああ、中にね、はい。一個ずつサイズが違うので。そうですね。なのでこれ開けて、もうお店の中で素材これ入れて試しながら素材選びたいんですよ。はい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 。なので開けてもらったんですよ。なるほどですね。はい。素材選びに行きます。早速行きましょう。はい。外まで行きます？いや、これでいいや。これにします？これにしよう。はい。これね、いろいろ使いやすいの。いいでしょう。珍しいのよね、この形。かっこいいでしょ。はい。これアクアテイラーズさんでおすすめなのかな。海外から直接仕入れてるものになります。へえ、そうなんや。はい。なのでまあこれだけの数がしっかりと在庫があるっていう状態になります。はい。では選ばせてもらいます。お願いします。はい。いきなりいいけどね、こういうのとかかっこいいですね。でも入らないかも。これ第一候補で置いときましょうか。はい。カゴをね、はい、カゴをはいごめんなさいね、なんか僕がちょっと一旦砂子きたな。ちょっとこういう感じがいいのよ。でもこういう感じがいいのよ。ありますよ。このドキュメンタル感がいいのよ。まあこういうね、ちょっとこう継ぎはぎな感じが。そうはい、置かしてもらいます。どうぞ。さっきのやつね、一回入れてみましょうか。今回ね、ホマロメナ買いたい。ホマロメナ使いますか。で上にこの辺に生やしたいね。なるほどなるほど。シンプルなやつ。もう他のはもういらんみたいな。あとは造形くん。造形くんで、造形くんの形で整えるっていう感じで、ほんまシンプル。これだけではね。さすがに今置いてあったんで、ここにここにポンって置いてあったやつをたまたまいいなと思っただけで、別にあらかじめ用意したわけでもないんで何個か候補まあこれが一番大やとすれば中、あと小みたいな感じで3つ4つぐらいあれば、ちょっと僕が試しにやるレイアウトをやっちゃうもらえるのであればやっちゃう。ちゃうね、石村君。いいね。こんないいんじゃないですか。こういうのもいいけど言いたい。俺は
素材ってやっぱそのアクアリウムとかでいうと、素材これ実際にこれに使える量の3倍は持っとけって言うやんアクアリウムで確かに、はい、言うやん。言いますね、はいはい、でもお金かかってしゃあないじゃない。しゃあないですね、確かに、はい、水槽も買わなあかんし、これそれも買わなあかんし、ね、これだけじゃない、土も買わなあかんし、植物も買っていく、ね、植物なんか高いやん、ホマロメナとか、はい、どうしてもこうお金どんどん、ね、増えていって、えらい値段になっちゃう、でもう素材できるだけ抑えたい、はい、なので僕はいつも言ってるんよ、もうテイラーズさんに行ったらもうとりあえず1時間かけて1個だけ素材選びましょうって言って、流木、流木は1点のみですって言って、これに入るやつ、1点のみ選びましょう。だから最初に3個から5個ぐらいに絞って、その中から1個だけ、いやこれも欲しいってあるかもしれんけど1点だけ持って帰るっていう。なるほど、はい、そういう企画でそうそう、それやったら、はい、これなんかね2000円ぐらいでしょ。2000円ですね。2000円で済むんですよ、2個買っちゃうとそれがもう一気に4000円になっちゃうんで、4000円とかになっちゃう。一点物っていうの世界に1個しかないんでね、流木っていうのは。そうですね、同じ顔はないですからね、はい、だからそういうなんか面白いのを時間をかけて探してください。ゆっくり選んでいくってことですね。そうそうそう。線がこうまっすぐ来てるんですけど、はいはいはい、こことこことで角張ってるんで、はいはい、もうこの流木1本でだいぶ動きが出てたりします。こういうのを僕らは選んだりとかはよくしますね。この形はかなり植物とかをポンって植えてさ、ここにね苔がファってファってあるといいよね。ファってね、ファって。じゃあこれ候補の一つ、ね、候補、はい、はい、候補はって選んでいきます。まああと1個ね。あと1個じゃあ選びましょうか。はい、なんか自分で全然素材選ぶ気なしみたいになってますなんか僕が選んじゃってますよ。いいと思います。そういうのもいいと思います。そういうのもありですか。あ、これもいいな。サイズ感としてはちょっとちっちゃいんで。いやでも十分です。ね、やっぱりね、パルダリウムに使う植物ホマロメダってでかいじゃないですか。大きいですね。スペース空けとかんとダメなんですよ。はいはい。なのでこれぐらいでもいいです。こっちはね、ちょっと大きいですけど、平べったいんで。結構スペース作れるんで、これはこれで OK なんですけど、まあ、僕こういうのとかやとこう、はい、大きめのボカッとこう、はいはい、ある程度大きくなるようなホマロメナをちょっとチョイスしてあげた方がいいかなと、ね、それなりの大きさがあるのを選んであげるといいんじゃないかなと思います。了解。でかい。でかいですか。ちょっとでかいわ。でかいやろ。入らへんよこれ。いや入るけどもう壁にしかならへんやん。壁です。壁ですよね。壁レイアウト。壁以上。こういうのとかで苔とかでねレイアウトしても面白いかもしれない。いやこれもうまあおもろいけど。おもろいと思います。もう何でもおもろいよねこれ。ていうかこの種類が。これ全部。ああここのね。はい。どれ選んでもある程度かっこよくなってしまう。ケーブッドっていうね流木にはなるんですけど。はい。パルダリウムに使うやつってこういうゴツッとしてる方が結構絵になるんよ。ああはいはいはい。そのジオラマ感を出すより、はい、こういう大胆な大きさドンってやる方が植物もね大きくなりますからね。いいじゃないですか。これもかっこいいですよね。これかっこいいね。これは俺持って帰りたい。個人的に個人的に持って帰りたい。個人的にあり個人的にいいじゃないですか。もう買って帰ってもらえたら。いや、これね、いや違う、もうこれでほぼ決定やぞ。このこれかっこいいじゃないですか。爪やばない。これかっこいいですね。はい、この向きもいいですね。いいね。うん。先に逆向けても全然かっこいいし。じゃあこれとこれとそれとこれとでこの3点でいくわ。その壁はちょっと壁いらないですか。壁はいらない。壁はねまた次の機会に。ということでこの3点、はい、皆さんもっと時間かけてもらっていいんで、はい、ゆっくり選んでください。じゃあここちょっと出しちゃってください。3つこの3点選びました。はいはい。どれもかっこいいだけど、はい、どれもかっこいいですね。まあこれが無難ですね。まずこの特徴、流木の特徴ね、この種類のはいはいそうですね。特徴が出てるね。はいはい。まあこういう角度なんかいろいろ探してもらってね。ああそれもかっこいい。これもかっこいいな。それがかっこいいな。はい。まあ生やすとしたらこの辺とかにね造形区つけたりして、はい、苔生やしたり、はい、この辺の間にねホマロメナとかつけたりするとそうですね。かっこいい。はい。ちゃんとスペースこの辺空いてます。僕は手が
拳入るぐらいあるんで、次最初に選んだやつよねこれ。一番最初のやつですね、はい、これもかっこいいね。そうですね、重量感がしっかりとありますね、はい、ちょっと蓋してみましょうか。いけるのか。あ、いけますね。大丈夫、問題なくです。はい、あ、いいですね。ここが死ぬことになりますけど影になっちゃってねはい、まあやっぱりねメンテナンスも考えてもらうと手が入りやすいようにしてもらった方がいいかな。拭きやすかったりとか、だからその手が入らへん部分っていうのはもう造形くんとかで埋める、はい、埋めてしまった方があと楽。こうやらなあかんから。そうですね、えらいことになってます手がえらい角度になって。そうまあこれいいですね。はい、重量感があってかっこいいと思います。かっこいい。はい。次これね、いろいろ遊べそう。うん、この角度やと結構すっきりしてますね。これもいいね、シンプルでね。この角度。はい、かっこいいです。すっきりしてます。この角度すごい好きです。逆にこっち向けるとかね。こっちの方がでもずしっとしますね。ずしっとする。はい。あ、ここからニューラージが垂れてるみたいなんですね。ニューラージ垂れてここにホマロメナとかね。ここにねホマロメナつけちゃうと多分こいつといけはするんですけど、この辺にちょっと成長したらそうですね、当たりますね。この辺に葉っぱあるんで、ね、上の方はやっぱ乾燥しやすいですからね。そうまあ穴開いてるんでね、ここから乾燥してしまう可能性もあります。はい、そうですね。ということはこっちもこれいいよね。その向きが僕も好きですね。オッケー。俺これにするわ。あ、ほんまですか。わかります。これなんか1時間選んだ感あるやん。わからんけど。ありますよ。しっかりと選んだ後。そう。しっかりと選んでます。はい。これにします。はい。造形くん、こちらが造形くんです。はい。水で溶かしてというか。そうですね。水で練ってもらって泥状にしてもらうと粘着性がつくので、壁とかにも貼り付けられます。了解。はい。虫も開きづらいとされてます。これが、こんだけあったらいけるかな。どうやろう。もう一個大きい方がいいかな。どれだけ貼るかにもよりますけど、まあちょっとだけっていう場合であれば別に2リットルでもいいかな。はい。これが入ればいいやん。いやまあ土で練るとちょっとね若干ペタッとするんで思っている以上に少なくなります。これプラスこれやろ。どういうこと？安く抑えたいね。あ、まあでもわかる？安く抑えたいね。これなんで入ってるんかなと思って。でも全然2リットルでも足りるとは思います。これで挑戦してみようぜ。はい、今回は。じゃあ今回はこれでやってみましょう。やってみよう。はい。もう足りひんかったらもう俺のせいや。で、ソイルはごめんなさいね。はい、ソイルはこちらですね。育つソイル。育つソイル、これ最高。これね、いいですよね。買ってます。勝ってます。勝ってる。よかった。丸くてツヤがある。ということで育つソイル1リットルでいいかな。あのサイズやったら1リットルで2センチぐらいは全然いけるかなと思うんで。なんでそんな入れてか。容量を知りたいな。でこれとこれとこれね。こんな感じですかね。はい。もう入らないですけど。オッケー。はい。じゃこれじゃあ一応これプラス植物あったらいけるね。それですね。もう植物ぐらいですね。はい。あ、これカズトさんのワイルドビン。ワイルドビンですね。今超注目で、僕らもおすすめさせてもらってます。交配種が多いね。交配種、そうですね。蛇腹と蛇腹をかけたやつです。はい。こんな感じですね。かっこいいですよね、これね。はい、かっこいいです。めちゃくちゃ僕も好きです。できるだけ小型は、そしたら。それ第一候補としてこれですね。これで、あと小型。できるだけ小型っていうと、僕が一番好きなホマロメナはこれですね。SP ですね。TB 便の、マハカムフールの産地。これってあれちゃいます？小型で赤エッジの。めちゃくちゃ小型なやつですね。ちょっとね、輪郭赤いですよね。そうです、赤い輪郭がしっかりとしていて、まあ比較的小型。あとは今ちょっとね、僕もその KZT のところで一目惚れしたやつなんですけど。それなんていうやつ？あ、タワウじゃないですか。
タワーの TK さんのレイアウトでめっちゃ使えますね。めちゃくちゃ使い勝手いいです。肉厚な感じ、重厚な感じはしっかりあって、ホワイトエッジですね。こっちの方がライトグリーン、ちょっとこっちの方が黒っぽい感じ。こっちの方がね、重たい雰囲気作れそうやね。そうですね。シックな感じになるかな。選んでもらった理由、僕も結構重厚感あるんで。ただ僕はお店のことも考えてます。はい。これ一株しかないんで、こっちにします。ありがとうございます。これでいきます。はい、これおすすめです。しかもね、何株かついてるんで。分けようと思ったら分けれますね。これね。はい。じゃあこれでいきましょう。ありがとうございます。はい。最近推してる素材があるのよ。はい。それがニューラージパールグラス。あ、ニューラージパールグラス。はい。ニューラージパールグラス、なんでいいかっていうと、こいつ水ゴケの代わりをしてくれるの。ああ、土壌の代わりに使うってことですね。水ゴケって清潔であって、で湿度も保ってくれてて、やん。でもレイアウトに使うとどうしてもあいつなんかこうもげもげってなってる茶色の物体になってしまうじゃないですか。明るいですしね。目立ちやすいですね。目立ってしまう。そういう部分にニューラージを植え付けてやる。ニューラージに植え付けるってことですね。そうです。はい。このニューラージパールグラス。これはおすすめですね。よう育ちます。はい。よう育つしね。もう一つだけ使いたいです。プレモス、プレミアムグリーンモス。プレミアムモスが今なくて。あ、そうこれ。これですよね。これ。ちょっと確保しといて。はい、入れときます。ちょっと頼むで。はい。よし、ということで決まったんで、とりあえずね、次回までにこれをアク抜きしといてほしいんですよ。はい、大丈夫ですよ。やっぱりね、十分しないとアク抜き済みのやつでもやった方がいいぐらいなんで、やっぱり陸上になってくるとここから出てきたアクが食べてくれるやつがおらんので。そうですね。酸化進めちゃいます。水中やったらエビが食ってくれんねんけど、どうしてもこのカビが生えたり、それさっきね西村君言ったように酸化進んだり。そうですね。酸化が進んじゃうっていうのが一番良くないんじゃないかなって僕は思いますね。なので、購入後水につけておきます。はい、お願いします。やっておきます。今回は素材選択まで。そうですね。ということで、今日は終わります。はい、よろしくお願いします。